ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ関連ニュース。まず第一に、ロシアの首都モスクワに対するドローンによる攻撃が行われたというニュースが入っています。一体どのような真相なのかについては全く不明ながらも、現在分かっている限りでその狙いについて予測してみましょう。また、攻撃が一体誰によって起こされているかは不明なままで、ロシア領内における爆発事故などは連続して発生しています。最後に取り上げるニュースは、国連総会の場において、ロシアによるウクライナ侵略という表現が入った決議案に対して中国が賛成票を投じたというのがニュースになっています。今日は以上3つの話題について解説を行っていきます。まずは、ロシアの首都モスクワにあるクレムリン宮殿に対するドローン攻撃、映像が入っているので見ていきましょう。まずは位置関係の確認から。ウクライナの首都キーウからロシアの首都モスクワまでは地図上では約800キロほどの距離にあります。この距離であれば射程距離のある程度の長いドローンであれば一応攻撃は通ります。例えばロシアがイランから購入したシャヘド136という小型飛行機みたいな突撃ドローンの場合であれば射程距離は2000キロ以上あってウクライナに向けて無差別攻撃を行うことができています。ここ最近ウクライナが開発している飛行距離が1000キロ程度といったものを目標としたものも多いことから、一応狙えない距離ではありません。ただし、ウクライナによる首都モスクワへの攻撃に関しては、アメリカ側がプーチン大統領をあまり刺激してはならないとして制止した、そのような話が流出した機密情報の中には出てきていました。さてそれでは、ロシアの首都モスクワにあるクレムリン宮殿へのドローンの攻撃。こちらの映像を見る限りでは、ロシア軍が迎撃したといった様子もなく、建物の頂上部分にある旗竿に直撃して爆発したように見えます。ロシア当局の発表によると、今回襲来したドローンは2機だとされています。映像に残っているのは1機だけということから、最初の1機が何かしら騒動になった後で映像の撮影が行われたのかもしれません。さて、現時点の情報においては、このドローンが一体誰のものかといったことははっきりとは分かってはいません。なぜならば、ウクライナ側は全くこの件に関して発表していませんし、ロシア側もドローンが2機やってきて攻撃を受けたんだといった話はしていますが、これが誰によるものなのかについては断定できていないからです。ですから、現在のところ考えられる攻撃の主体は、ウクライナ側、ロシア側、そして反体制派などありとあらゆる可能性があり、決して断定できる状況ではありません。ただ、ロシア側がプロパガンダの一環として、ついにウクライナが首都モスクワを攻撃したんだといった話をする場合においては、いわゆる愛国心をかき立てて、みんな軍に志願しようと呼びかけをするための宣伝工作の一環という可能性があります。紹介した映像にもわかる通り、爆発の規模は大きくありません。たとえ建物に直撃したとしても、死傷者が出る可能性というのはあまり大きいようには見えません。ですから、ロシア側のプロパガンダといった可能性も十分あります。一方で、ウクライナ側がこれを仕掛けた場合というのは、爆発の規模から考えても軍事的な何か成果を得るためではなく、政治的なメッセージをプーチン大統領に伝えるためといった可能性があります。これは一体何を意味しているかといえば、これからウクライナ軍による本格的な反転攻勢があるぞというのをある程度匂わせるための注意を引きつけるための陽動作戦の一環という可能性です。反転攻勢というのは当然のように戦場のまさに最前線で始まる話ですから、そこに多くの人々の関心が集まるものです。このような時に戦場からずっと遠い場所にみんなの関心を集めるような出来事を起こせば、少しでもウクライナ軍にとっては動きやすくなるというわけです。このあたりの真相についてはいずれは分かってくるでしょう。続いては、こちらもまた誰が攻撃したのかは分からないんだけれども、しかし確実にロシアにとっては厄介なドローン攻撃について取り上げていきましょう。今度はクリミア大橋を越えてロシア本国領の石油貯蔵庫が爆発しました。位置の確認です。つい先日、セバストポリにある石油貯蔵タンクが爆発・炎上するといった騒ぎがありました。これに続いての石油貯蔵庫の炎上といったこともあって、ウクライナ軍の関与を強く匂わせるものです。場所は前線からはるか遠くクリミア大橋を越えたロシア本国領のクラスノダール地方のタマン港近くです。
こちらが衛星写真、赤く囲まれているところが燃えたところです。今回の火災はあまり大きな規模には発展しなかったようです。しかし、たった一つの貯蔵庫であったとしても、消失した燃料は凄まじい量でしょう。立ち上った煙は、クリミア半島側から見た場合でも、かなりの高さまで広がっています。このようなウクライナ軍による前線よりはるか彼方の場所における攻撃といったことが続くことによって、ロシア側は報復攻撃といったものを行っています。戦略爆撃機に大型の巡航ミサイルなどを乗せて、ウクライナに対する攻撃を行っているのです。ただし、大型のミサイルといっても最新型ではなかったために、ウクライナ軍も迎撃を行っています。左はウクライナ軍がもともと持っていた S-300 対空ミサイル、そして右の映像はドイツから供与されたアイリスティの迎撃ミサイルです。機密情報の流出した時には、今のままのペースで対空ミサイルを使い続けるといずれ枯渇してしまうといったことが懸念されていたわけですが、その後、パトリオットミサイルが供与されるなど、枯渇しないように弾薬の補給も行われているようです。また、大型ミサイルはまさに対空ミサイルを使うのにふさわしい相手だとも言えます。セバストポリに対するドローン攻撃によって石油貯蔵庫が炎上し多くの燃料が失われました。そしてセバストポリよりも遠い場所におけるドローン攻撃。こちらの方もウクライナ軍は正式に攻撃したとは発表はしていませんが、ウクライナ軍以外にちょっと攻撃するとは考えられない場所です。しかし今回の場合だとクリミア大橋を越えているといった点からももう一つの可能性が浮上しています。それはウクライナ本国からドローンを飛ばして攻撃しているのではなくて、もしかしたらロシア本国側に工作員が潜入して近場からドローン攻撃している可能性があるのです。また今回炎上している燃料タンクが一つだけだったといったことからも、この攻撃にかけられるドローンの量や爆発物の数などについてはあまり大規模なものは用意できなかったんだろうと考えられます。ただ、モスクワに対するドローン攻撃であっても今回の件について言ってもそうなのですが、どちらも共通しているのは前線からはあまりにも離れているという点です。セバストポリの場合であれば軍港ですから対空ミサイルや対空機関砲といった迎撃のための兵器や人員が割かれていたことでしょう。しかし、クリミア大橋からさらに遠い場所となれば、はっきり言って無防備だったと考えられます。ここまで遠いところでも攻撃できるんだぞと示すことができれば、それに伴ってロシア軍の防空体制は本国に近いところでも行わなければなりません。ウクライナ軍としては弱いところをつくことによって、より広範囲に守備させること、それ自体がロシアを疲弊させることにつながるわけです。このあたりはゲリラ戦法としては非常に有効な戦い方でしょう。そして全体構造から考えても、戦場から離れた場所で騒ぎを起こすといったことを続ければ、当然のように前線で何かを起こす兆しと考える方が自然だと私は思います。少しでも後方に兵器や兵士といったものが配置されるようになれば、その分だけ前線に対する集中は解かれることとなるからです。ちなみに、ロシア側の方では、傭兵部隊の頭目プリゴジン氏は5月15日までにウクライナ軍は本格的な攻勢に出てくる可能性があると言及し、ロシア国内のいわゆる軍事ブロガーたちは、5月9日、ロシア側が第二次世界大戦の戦勝パレードを行うのに合わせて、ウクライナ軍が動き出すかもしれないと予想しています。ロシア側にとっては政治的に非常に重要な日を迎えるわけですが、それに合わせてウクライナ軍も動く可能性があるというわけです。このあたり実際どうなるかについては注意深く見ていきましょう。それでは最後のニュースとして、ロシアによるウクライナ侵略、この文言をめぐっての外交の戦いについてニュースを見ていきましょう。中国、国連総会にてロシアによる侵略文言のある決議に賛成。国連総会にて毎年採択されている国連と欧州評議会の協力に関する決議が今年4月26日にも採択された。今回の決議にはロシアによるウクライナとジョージアに対する侵略の文言が含まれているが、これに中国が賛成票を投じたことが話題となっている。決議には冒頭部分にて、ロシア連邦のウクライナ及びそれ以前のジョージアに対する侵略に続くヨーロッパが現在直面している未曾有の挑戦、並びにロシア連邦の
欧州評議会の加盟停止は国連と欧州評議会の間の協力強化を求めるものであることを認めると書かれている。外交文書といったこともあって小難しい言葉がダラダラっと並んでいるのですが、しかしはっきりと決議文の中にはウクライナ、ジョージアに対する侵略という言葉が入っています。国連の公式ウェブサイトに公開されている同決議は4月26日に採択されており、122カ国が賛成した。賛成国の中には中国、インド、カザフスタン、ブラジルも含まれている。反対したのはロシア、ベラルーシ、ニカラグア、シリア、北朝鮮の5カ国。これまで中国やインドの国連総会での立場は決定的にロシアを糾弾するような文言が入った決議の時には棄権するといったことがありました。しかし今回ははっきりと侵略という文言が入っているにもかかわらずこれに賛成したといったことから中国やインドの態度が変わりつつあることを示している。そのため話題となったのです。外交というのはどうしてもまどろっこしいものがあります。しかし決して一つ一つの動きを無視してはいけません。一つ一つの動きの積み重ねが結局のところは重要な動きへとつながってくる。外交というのはそのような本当に地味だけれども繰り返し行ってこそのものです。そうした意味ではロシアによる侵略というこの文言は最初の頃であれば中国やインドとしてはそのような激しくロシアを非難するような文言が入っているものには賛成できないとして中立の立場を取りがちだったものなのです。そのような立場をもはや争うこともなく、ロシアによる侵略といった言葉を使ったとしても、その言葉それ自体はもはや争いの種にならないと考え、賛成したのだとすれば、これは外交的に一歩前進したと言えます。例えばこちらは、国連総会における採択の結果として122カ国が賛成、反対が5カ国、そして棄権が18票だとするものです。これまで親ロシア派のアカウントの人たちは人口を元にして中国やインドが棄権しているのだからこれらの国は侵略には反対していないという理論を繰り広げていました。しかし今回の決議文を考えれば中国やインドがロシアは侵略しているんだなという文言に賛成したことから30億人以上がプラスアルファとしてロシアによる侵略と認めたこととなります。このあたり、親ロシア派の人たちが発狂してもおかしくないような内容だというわけです。ただし、外交には直接的にロシア軍の進軍を止める能力はありません。しかし、だからといって外交をやめてはならないというのは絶対的な話です。例えば日本国内においても話し合いが重要だとする人たちが、しかし日本の首相や大臣たちが海外に外交に向かうと、彼らは無駄遣いをしているとして外交そのものを否定するような言葉を吐く人たちがいます。しかし一回一回の外交において何の成果が出なかったとしても外交は積み重ねであり、何の成果が出なかったとしてもたびたび会い、そして話し、問題点について協議するといったことを積み重ねた上で国際的な信頼関係を築き、重要な出来事が発生した時にそのような過去の積み重ねをもとにして成果が出るものなのです。このような外交的な一歩前進のニュースというのは小さな扱いになりがちなものですが、決してその重要性を忘れてはいけません。というわけで今回の動画はここまで。真偽不明、そして誰の狙いで何が行われているかについてはまだまだわからないことばかりですが、ロシアの首都モスクワにドローンによる攻撃が行われました。私はこのような動きを見て反撃ののろしとする、そのようなメッセージ性といったものもあり得るかなと思っています。今後もウクライナ情勢についての興味や関心をぜひとも持続させてください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。